はい、ボノボの研究をしている横山拓正です。今回はアフリカの地域開発と保全活動について話をしていきたいと思います。はい、冒頭でも話したように今回はアフリカの地域開発と保全活動について話していきたいんですけれども、まず話に入る前に1枚の写真をご覧ください。はい、こちらの写真なんですけども、見る人によってはちょっとショッキングな写真なのかもしれないんですけども、実はこの写真はワンバで撮影したものなんですけれども、このようにワンバでは実は獣肉の取引がされており、密猟をしたり違法に狩猟して猿類をはじめ野生生物の獣肉の取引がされることがあります。私自身はボノボ研究者であるんですけれども、野生生物の研究者の一つの使命として現地の保全活動を推進することも必要です。この保全活動というのは非常に難しい問題であるとも個人的には思っています。例えば保全活動について大きく見ていくと、2つの保全活動のパターンというのが挙げられると考えられます。1つ目のパターンというのが要塞型の保全活動と言われているもので、この要塞型というのはある地域というのを保護区にして、そこの保護区に村人であったり現地の人たちが入れないような要塞型のリザーブ保護区を制定して、その中に生息する野生生物を守るような保全活動ですね。これをいわゆる要塞型の保全活動というんですけども、1つ目にこの要塞型の保全活動のパターンが挙げられます。2つ目のパターンとしては、私たちの研究サイトであるワンバでも行われているように、保護区というのは制定するんですけれども、現地住民たちの森での営みを一部開放する、一部制限しないという保護区と地域住民の共生型の保全活動もあります。この2つのパターン、要塞型の保全活動と地域住民との共生型の保全活動の推進というのは、もちろんどちらにもメリットデメリットというのがあります。1つ目の要塞型の保全活動というのは、もちろん地域住民というのがその保護区に入ることができないので、違法な狩猟活動であったり密猟を事前に防ぐことが可能であると考えられます。ただこちらの要塞型の保全活動というのは地域住民の生活に大きな影響を与える可能性も考えられます。例えば想像してみてください。私たちがもしも、自分が今住んでいる場所というのがある日突然ですね、先進国の人たちが入ってきて、ここには重要な野生動物がいるので保護区に制定します、その場所を立ち去ってくださいと言われたら嫌ですよね。なかなか日本だと想像しにくいとは思うんですけれども、そのように自分が住んでいた場所を保護区と制定されることによって、これまでの生活の基盤が崩れてしまって、その場にいた現地にいた地域住民の生活というのが奪われてしまう可能性も考えられます。2つ目の地域住民との共生型の保全活動にもメリットデメリットというものもあります。例えばメリットとして考えられることとして、先ほどの要塞型とは違って地域住民との共生型の保全活動というのは、地域住民というのがその場の生活、現地での生活というのは奪われることはないので、地域住民たちはこれまで通りの生活が送れるというメリットも考えられます。反対に先ほどの写真のように厳しい規制がないからこそ、もちろんどの国でもどのような場所でも悪いことを考える人たちというのは存在するので、そのような厳しいルールがないからこそ、その法の目をかいくぐって密猟や違法な狩猟を行う人たちもいます。そうなってくると、ボノボのような絶滅危惧種だったり野生動物の保全というのが守られない可能性も出てきます。この地域開発と保全活動の両立というのは非常に難しい問題でもあります。先ほども言いましたように、例えばボノボを守りたいからといってそこを要塞型の保護区に制定して地域住民の生活たちを奪うことになってしまったら、それはもちろん大きな反発を買います。かといって十分な保全体制であったりルールが定められていないと、違法な狩猟があったり密猟が増加するなど保全活動自体が崩壊してしまう可能性というものがあります。これは本当に非常に難しい話で、この保全と地域活動の両立というのが私自身も解決しなければならない非常に大きな課題だと思っています。もちろん私自身の意見としては、ボノボのような絶滅危惧種であったり野生動物の生物保全を推進することは非常に大切だと思いますし、ボノボ研究者であるからこそ、ボノボがいなくなってしまったら研究者を続けられないので、その保全活動を推進することは必要不可欠だとは思っています。ただ現地の人たち、ワンバに住む人たちの生活を考えると、必ずしもボノボを保全しろ保護しろと
強く主張することは難しいと感じる瞬間もあります。例えば以前の動画でも話しましたように、ワンマの人たちというのはほぼ自給自足で暮らしている、電気水道ガスもないような非常に貧しい村の一つだとも言えます。そのような人たちにとって野生動物の狩猟をするということは、その人たちの生死に関わることでもあります。例えば私たち日本人が日本で生活をしている場合は、便利なコンビニがあったりスーパーがあったり、あるいは働く機会にも恵まれて、働けばお金がもらえる、給料がもらえて、その給料を握りしめて安価な食材を変えて豊かな生活を営むことができます。一方で私たちが調査しているワンバという村では、十分な仕事もなくお金を手に入れることが難しい、お腹を空かせて飢餓によって子どもたちが死んでしまうということも多々あります。そのような現地の人たち、ワンバの人たちにボノボという種が絶滅危惧種だから、大切な生物だからこそ守らなければいけないという言葉は、時に住民たちの生活や生命を奪ってしまうような危険な危ない取り組みになってしまう可能性もあるのではないかと個人的には思っています。時には地域住民にとって私たちのような先進国、豊かな国で生活をしている人たちの言葉というのは、ただのエゴイズムに聞こえてしまう可能性もあるのではないかと個人的には思っています。そうは言っても私たちは研究者なので、保全活動というのは必ず必要ですし、生物多様性の保全を進めていくことは非常に大切だと思っています。それと同時に地域住民の社会や文化的な背景を理解して、地域住民に寄り添って保全と地域開発、地域支援を両立させるような取り組みというのが必要だと思っています。今後もワンバで研究を続けていくんですけれども、今まではボノボの行動学的な研究であったり生態学的な研究が多かったんですけれども、ボノボの保全活動も十分に行いながら、地域住民にワンバの人たちに寄り添った地域開発、地域支援にも力を入れて活動をしていきたいと思っています。もちろん現在でもそのような活動はしていて、 NPO 法人ベイリア保護支援会というものがボノボの保全活動と地域支援、地域開発の推進をするための活動を行っています。研究者が地域住民に寄り添って保全活動を行うことも必要なんですけども、多くの方にこのような保全活動に興味を持っていただいて、たくさんの温かい支援を受けることによって、ボノボであったり他の生物の保全であったり、地域住民の生活支援であったり、現地の開発というのが支援できると思いますので、ぜひ温かい支援をお待ちしております。